お久しぶりのフジテレビに関する、話題についてお話をしたいなと思っております。SBI レオス、ひふみ投信というですね、投資信託をですね、運用している会社なんですけれども、ここの社長の藤野さん、僕も約30年近くのお付き合いになります。オンザエッジって会社を経営してたんですけど、上場前からですね、ジャーディン・フレミング証券っていうところに彼はいて、その後ゴールドマン・サックス投資に移ったんですけれども、それからレオスを起業するわけですけれども、その頃からずっとウォッチしていて、交流もあるんですけれども、今回の発表本当に寝耳に水で、まさかのひふみ投信みたいな感じなんですけれども、普通に冷静に分析してですね、PBR0.5 倍割れで、不動産もまだ顕在化してない価値、組益だったり顕在化してない価値も結構あるんじゃないかなということで、それだけでもですね、かなりの資産価値があるわけですけれども、放送事業をですね、うまく立て直すことができればさらに価値が上がるということで、ダウンサイドリスクがすごく少ないバリュー株だというふうに考えたんだと思います。今回の、件もですね、やっぱり第三者委員会、ちゃんとね、日本弁護士連合会が推奨する、フルスペックの、第三者委員会が、組織されたので、それなりに厳しい調査がされて、海が出されるんじゃないかな。少なくとも中山正宏さん系の問題ですね、こちらに関しては出されるんじゃないかということが分かりましたので、スポンサー離れはある程度のところで肩がつくんではないかな、歯止めがかかるんではないかな、多分そういった判断がされたんではないかなというふうに思っております。そういう中でですね、実際にどうなんだろうと。あと、プロキシファイトをね、いわゆる株主のですね、委任状集め合戦みたいなのあると思うんですけれども、おそらくですね、株主側は、現経営陣全員選任しないで、新しい社外取締役等をですね、入れてくる、株主提案を多分してくると思います。客観的に見てね。で、会社側はですね、日枝さんを取締役に選任するかどうか、さらにですね、日枝さんの息がかかった取締役をどれだけ入れるのか、というような、多分そういったところの、せめぎ合いというか、そういったことをやってくるというふうに思いますが、この情勢ではですね、表読みをするとですね、自己株がね、ちょうど自社株が150億円をめどにやっていて、すでに自己株も持っていたはずなんで、10% 近く自己株があると思うんですね。それで、自己株にはですね、当然、議決権ありませんので、分母が90になっちゃうんですよね。10% 持ってたとしたら。もともと個人株主 30% と、親会社に新聞社がないこともあってですね、まとめて持ってる株主がすごくフジテレビって少ないんです。これは前も言った通りですね、日枝さんが大株主のしかない系の影響力を削ぐために上場したりとか、増資をしたりとかして、IPO とかしてですね、株式をどんどん薄めていった結果として、大株主がいないような状況になってしまっていると。で、また外国人が 30% ぐらい持ってて 10% ぐらいは議決権がない状態だったんですが、ここに来て、これはもう完全に日本の株主である SBI レオスが買ったということで、もしかしたらこれ外資分を買ってる可能性があるなっていうふうに私は思っております。こんな状況でですね、おそらくプロキシファイト、株主側の提案が通ると思うんですね。でも、これね、1年前の状況だと、これで経営再建、結構ドラスティックな経営再建ができたかというと、これは僕は疑問で、似たような事例で、日本航空 JAL ですね、こちらの沈まぬ太陽っていうのはね、JAL が題材にされてるっていうふうに言われておりますが、沈まぬ太陽って山崎豊子さんの名作ですね、映画化もされておりますけれども、この沈まぬ太陽に出てくる国民航空っていう名前で出てきますが、日本航空のことですね。主人公はね、労働組合運動に身を投じて、アフリカに飛ばされて最終的には、でも、臼高山の悲惨な事故で遺族係として戻ってきて、その後ですね、カネボウっていう繊維会社から派遣されてきた伊藤会長っていうのがいたんですけれども、その人が経営改革に乗り出すんですが、政府のお願いでね、たくさんの労働組合があって、その対策等も含めてですね、非常に結局、日本航空の再生は彼はできなかったんですね。で、その後、経営不振はどんどん進んでいって、ついに最終的にですね、潰れて、会社構成法申請した時、ちょうど民主党政権だったんですけれども、民主党と、かなり近いですね、京セラの稲森さんが経営再建に乗り出して、会社構成を申請してですね、債権債務がですね、かなり整理されていたこともあるんですが、やはりですね、僕はこれ、人員整理がやりやすかった。会社構成法申請してるんで人員整理できるんですよね。日本の解雇規制適用されないんで、人員整理をしてですね、障害となる
人って大体こういう会社に絶対いるんですけれども、そういったところを排除できたっていうのが大きかったんじゃないかなと。逆に言うと伊藤会長ができなかったことを稲盛さんはできたっていうことですね。それは会社が相当弱っていて、社内の抵抗勢力が少なかったからできたんだと思うんですよね。でそう考えてみると、例えばですね、最近の事例で言うと、日本大学という学校法人ありますけれども、こちらの方も不祥事が相次いで前理事長がですね、退任して林真理子さんという人が理事長になったわけですけれども、社内組織は全く変わってなくて、その前の理事長の時代にですね、出世した人がまたしれっと復活してたりとかするらしいんですけれども、学校法人ってですね、非常にガバナンスが効きづらい組織になってるんですね。株式会社の場合は、最終的に株主が議決権という形で非常に強固なですね、投票権を持っている。しかも株の保有割合に応じてですね、その権利が厳しく決められていて、多ければ多いほどですね、有利な権利になっているんですが、逆に株券っていう株式っていうのは債券の弁済順位で一番下なんですね。だから例えば会社構成法を申請して倒産したりしたらですね、その株式に対しての弁済率ってのは多分 1% 未満になって、もうほとんどのケース返ってこない。ただの紙くずになってしまう。だけど、労働債券といってですね、給料の未払い分に関してはですね、一番最初に弁済しなければいけない。弁済順位が一番高いんですよね。といった形での株主がすごく強い権利を持つんだけれども、借金の返済順は一番後っていうような形でバランスが取れてるんですけれども、学校法人っていうのはですね、いろいろ調べたんですけれども、非常にガバナンスが効きづらい組織になっているんですよね。しかもなんか定款、会社法では定款っていうのは会社の憲法みたいなもんなんですけれども、これが寄付行為っていうよくわかんないワードになっていて、しかもですね、基本的には寄付によって学校法人って作るんですけれども、だいたい半額ぐらい寄付控除されるらしいんですが、そういった税制上の優遇措置なんかもあったりして、学校法人っていうのはですね、お金を集めてそうやって作ってるんですが、お金をたくさん寄付したからといって発言権がたくさんあるわけでもなく、評議会っていうのとですね、理事会っていうのがあるんですけれども、例えば規制改革とかでですね、理事にですね、親族3分の1以上入れるなとかですね、いろんなルールはあるんですが、複雑に絡まり合っていて、ガバナンスが透明化されてないというかですね、評議員はどうやって選ぶんだとかね、評議会が選ぶんですってなってて、取締役を取締役会が選ぶんですかみたいな感じになっていたりとかするんですよね。だから株式会社と違ってですね、すごくヌエみたいな、なんていうのかな、複雑回帰極まりない組織になってるからこそガバナンスが効きづらいっていうことなんじゃないかなっていうふうに僕は思っていて、株式会社ってすごくシンプルでいいんですが、とはいえですね、弱ってないとね、日大も叩かれたとはいえ、存亡の危機に立たされてるわけでも何でもないので、弱ってないんですよ、中の人が。フジテレビも1年前っていうのは、ここまでやっぱ視聴率がね、振り向けばテレ東みたいになってるにもかかわらずですね、日枝さんにですね、すごく忖度をしてですね、古臭い経営をずっと続けてきてるわけじゃないですか。でもそれでも儲かってるから、利益率低いんだけど、こんなお前ら資産持ってんのに、こんだけしか儲けられないのかって言ってみんな失望して株価が下がってるわけだけれども、そんなのどこ吹く風なわけですよ。いくら頑張って株主が団結して現経営陣をクビにしたとしても、中に抵抗勢力がいるような状況だとなかなか難しい。だけど今回の件があったんで、さすがに改革しなきゃいけないんじゃないか。日枝さんが41年間取締役に居座ってるのが元凶なんじゃないのってこともだんだん共有されてきたので、今回は実際に取締役を変えて、そして社内に対して改革ムードを作っていくっていうことが実際にできるんじゃないかなっていうふうに皆さん期待して株価が上がっていってんじゃないかなっていうふうに僕は分析してみました。ということで、3月末の株主の状況と、そして6月に行われるであろうですね、定時株主総会が非常に楽しみになってまいりました。ちなみに、通常はですね、株主総会で手を挙げて賛成反対っていうんじゃなくて、事前にですね、委任状っていうのを送って集計されておりますので、株主総会基本的にはセレモニーの場になるんじゃないかなと思いますが、先日ね、フジテレビ10時間会見ってやってたんで、もしかしたら今回もですね、フジテレビで生中継しながらですね、株主総会を普通にちゃんとやったりとかする可能性もあるんで、ちょっと楽しみにしたいなと思っておりますということで、皆さん株主総会に行ってらっしゃい。